2022年5月16日から31日までの魚座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。5月16日から31日までの魚座さんのリーディングを行います。まずこちらに新月のカード、新しい始まりというメッセージが書かれてますが、こちらにジャッジメントも出ておりまして、あなたがずっと始めたかったことを始めることができるとき、それまでずっと努力してきたこと、陰ながら準備してきたこと、ずっと胸に秘めていたことを実現するタイミング、それでこの時実現していくことというのは、5月前半に行動を起こしたことがきっかけになっている。こちらにワンドの3が出ておりまして、前回ワンドの2が出ていたということで、その前回の5月前半の行動がきっかけになって、5月後半でその行動の結果が早速現れて、この始まりの時を迎える。そしてこの始まりがあなたの世界を拡大していく。それで何が始まるかというと、あなたがずっとしたかったこと、準備してきたことは何なのかによると思うんですが、まずパッと思いついたのは、お仕事が拡大する。今までコツコツと準備してきたこと、努力を重ねてきたことが、この時花開いていく。ですので、それが実って独立起業する方もいれば、もしくは今までの努力が実って、事業が拡大していく方もいれば、新しい分野にチャレンジしたいって思っていた方が、その努力が実って、チャレンジするタイミングになる。海外進出をしたい、海外に拠点を移したいって思っていたような方は、それが始めることができるタイミングになると思いますし、お勤めの方の場合も、そのお仕事の拡大に合わせて、付き合いも増えると思いますし、出張などの場所の移動も増えていく。その付き合いも場所の移動も増えることによって、あなたの世界が拡大していく。こちらに女神アイラキラ様の楽しむというカードも出ておりまして、こちらにエモーションカップの6も出ておりますので、あなたが無邪気に楽しめること、始まって拡大していくにつれて、とてもお忙しくなると思うんですが、その拡大して忙しくなるということも、あなたが無邪気に楽しめるようなこと、そういうあなたが心から楽しめることが始まっていく。それは勉強や趣味でも言えて、あなたがずっとしたかったこと、かつては諦めてしまったことかもしれないんですが、それに再挑戦して始めることができるとき、例えば、かつて諦めてしまった海外留学にこの時チャレンジをする。時間がなくてどうしてもできなかった創作活動に再挑戦をする。そのちょっと前まではできなかったけれども、この時だからこそ始められること、あなたの本来のクリエイティブな遊び心が刺激される新しさですので、そのあなたが取り組み始めることだけではなく、その他のことにも、例えばあなたを取り巻く人間関係にも、ご家族や恋人との関係にもとても良い影響を与えていくと思います。
それで、この時始まっていくのが恋愛の場合、このカップの6とジャッジメントですので、復縁する方がいるのかなって思います。その場合は、相当ずっと思い秘めていたんじゃないかなって思うんですが、その思いが実って復縁の時を迎える。まるで新しい恋のように、その方との恋愛が始まっていく。あなたと過去も未来も共有できる人で、共通の今を楽しめる人。そしてお相手がいる方の場合は、ぜひあなたが無邪気に楽しめることをお相手の方と共有してみてくださいって言われています。共有することによって、お互いの新たな魅力に気づいたりとか、お二人の愛が深まっていく。ですので、片思い中の方も、あなたが純粋に楽しめるものをその方にアピールしてみるというのもおすすめです。それを通してその方があなたに興味を持ったりとか、お二人の距離が縮まっていくきっかけになると思います。そしてこの新しく始まっていくこと、あなたがずっと始めたかったことというのは、お仕事であっても恋愛であっても何であっても、あなたを幸せにしていく。こちらにフラワーズのハピネスというカードが出ております。こちらにブーツのカードも出ておりまして、この始まりというのは長い道のりの始まりでもある。このずっと始めたかったことを始めるために今まで努力し続けてきた方にとっては、この始まり自体がゴールになると思うんですが、この始まりを迎えた途端にすべきこと、課題というのが次々と見えてくる。そしてこの時おすすめなのは、自分に負荷をたくさんかける。努力すべきことを見つけたら、それに向けてすぐに取り組み始める。ちょっと重すぎるかな、抱えすぎかなぐらいの方が良いと思います。というのも、この時期は段階を踏んでいるということもありますし、あなたのエネルギーがとても強いということもありますが、それ以上に、このとても良い始まりのエネルギーに乗っている時というのは、どんな大変なことでも楽しめる。どんなに忙しくても、無邪気に楽しみながら、次々と課題をこなしていける。ですので、始めることが一つじゃないという場合もあると思いますが、例えば恋愛も始まりながらお仕事も新しく始まっていく。出張が増えていきながらも、新しい恋のお相手とのデートを重ねていく。あとはお仕事が、本業も副業も新しいお仕事が加わってくる方もいると思いますし、ずっと取り組みたかった趣味や勉強を始めながら、お仕事が拡大していって忙しくなる。恋愛でもデートで遠出する機会が増えて忙しくなる。そういう楽しい忙しさ、あなたの心が求めている忙しさというのが、あなたを、そしてあなたの周りの人を幸せにしていくし、あなたの人生を拡大していく。そしてこの新しさというのは、あなたが今まで準備してきたことで、段階を踏んでいるということもあるので、この時期で終わらずに、もうちょっと続くかなって思うんですが、それはこの嬉しい楽しい忙しさも含めてだと思うんですけれども、というのも、この時期5月30日にちに双子座新月があって、ワンドの3ですし、相田明様のカードが33番、そしてジャッジメント20番のカードなんですけれども、この10番のローマ数字が2つ書かれている。このゾロ目もそうですし、今回この30日も含めて33番、3番と、3番ととても良いご縁がある。そしてカップの6番、3たす3、6番ですし、6月ですので、6月までは続くんじゃないかなって思います。特にこの始めることで世界が広がって、視野が広がって、次するべきこと、目標や計画も明らかになっていって、次の取るべき行動が見えてくるだけではなく、それをすぐに行動に移していく。中には中途半端で終わらせてしまっていて、心残りに思っていたようなことを達成すべく始める方もいると思いますし、ずっとしてみたい。
で、憧れだけで思っていたものを実際行動に移して現実にしていく方もいると思いますし、この始まることへの道のりは人それぞれだと思うんですけれども、共通しているのは今だからこそ始められる。今この時代で、そして今のあなたの年齢で、その環境に今身を置いているからこそ、この始まりを迎えている。人によっては、例えば復縁とかもそうですけれども、奇跡的な始まりを迎える方もいると思いますし、今までこの始まりのために努力に努力を重ねてきた方にとっては、あなたの心をワクワクさせて、あなたを幸せにする忙しさが待っている。この新しさというのは、あなたが行動することによってもたらされる。ですので、この時はというか、この5月は、考えるよりも悩むよりも、あなたがずっと思い続けてきたことを実現していくために、行動し続けていただきたいなと思いました。それでは5月16日から31日までの魚座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。